今回はアニメ「早々のフリーレン」初回放送を見た視聴者の放送後の反応を紹介します。それではどうぞ。4人旅から1人旅、時間が経って当てのない2人旅、そこから旅の目的ができる良い1話だった。多くの視聴者をちゃんと世界観に引きずり込んでくためだろうから、本当に完璧な1話だった。余計なものが何もなかった。2時間で元勇者パーティ全員掘り下げ。旅の目的の提示。押すための2時間ってのもあるだろうけど、実際初見用に必要な2時間だったね。爆発的な熱さとかは感じなかったけど、切なさとほんの少しの未来への活力を感じるような1話だったな。すごいしっとりしたアニメって感じでよかった。時間が時間だけに、マジで映画見た気分。流れがゆったりとしていて、作中の時間経過は早すぎるが、とても癒された時間だった。2時間見続けられたアニメは久しぶり。この雰囲気かなりいいけど、このペースで4週やるとエルフ向けすぎるから、2時間の1はめっちゃ良かった。初回2時間って聞いた時は、当て込みすぎじゃない？空回りしないかと不安だった。実際に見てみたら、2時間という尺の中で作品としての方向性、キャラの内面や動機づけ、積み重ねられる関係性の変化、過去と現在を交差させることで生まれるドラマを、見事に表現してくれた。ゆったりとした作品だから、初見の視聴者を引き込むための2時間だったんだろうと思う。原作に対する理解度とそれを表現するための創意工夫もしっかり感じられた。個人的には今後の展開も信頼できると思う。初回2時間かける必要性と価値がよくわかる1話。行間をとても大事にしている。人を知りたいと思うフリーレンに、この先どんな出会いが待っているのか。非常に良いスタートに思う。2時間一気にやらないと、旅の目的が明確になるまで4話程度かかるんだもんな。正解だったと思うわ。本編の出来がいいのはもちろんだが、番組の構成もそれを邪魔しないようにしてて、快適な2時間だった。日テレ本気出してきたな。限りなく満点に近いアニメ化だけど、1話ずつやってたら、淡々すぎて他のアニメに話題流れ、多くが1から2話切りだろうなと。一挙放送は正解だった。初回でまとめる意味は何だろうと思ったが、かつての冒険を再度始めるスタートラインまで描きたかったのかな。原作の空気感を完璧に描いてるのがすげえわ。難しいから絶対無理だと思ってたもの。フリーレンが泣いたのが葬儀会場ではなく、埋葬の時だったのはいい改変だと思った。意外とお葬式の場では悲しいとか涙を流すような感情が巻き起こらない。その後の埋葬時とか全て終わって一息ついた後に、ふっと涙が出てきたりするので、あの改変は共感したよ。初見でしたが見ていて不安になったのが、フェルンがどんどん育っていってる実質1話ごとの間隔が1年単位なのいいよね。所詮フリーレンの人生の1万分の1にも満たない時間なんです。個人的に一番良かったのは、クバールとのゾルトラークのやりとりを持ってくれたことかな。原作の淡々とした戦闘シーンの雰囲気を壊すことなく、ちゃんと盛り上がるシーンとして演出できてて、すごく良かった。改めてヒンメルは、いろんな人の人生を変えたんだな。まさに勇者だ。幅広い層に人気出そうな作風の作品だったな。とりあえずヒンメルがイケメンすぎる。ヒンメルは自分でイケメン言ってるけどさ、マジでイケメン王子様だから困るね。ハイターの演技めっちゃ良かったわ。しっかり20年分年老いた感出ているのが良かった。細かいところだけど家族の墓前で話すアイゼンの演技が良かった。淡々と話すように努めてるけど無念さを絞り出す感じ。あとアイゼンがムーミンに出てくるキャラみたいで可愛かったな。ドワーフだし、北欧つながりで多少は意識したんだろうか。アイゼンのぬいぐるみとかあったら欲しいかも。オープニング良かったと思う。エンディングも良かったけど、これでオープニングも似たような曲だとしんみりしすぎるから、オープニングはあれで最適解だと思う。いやー夜遊びいい仕事するわ。映像つけた人も、特に2番からは120点あげちゃう。アニメ化にあたって心配だったのは、作画の良さよりも演出だったから、演出にちゃんと力が入ってて安心したよ。音響良かったよね。ケルト音楽っぽくて好みだった。フリーレン、原作の空気感の再現度高くて満足。やっぱりファンタジーとケルト風の音楽は、相性抜群だよな。劇版のエヴァン・コールさんの音楽もめっちゃマッチしててよかった。この方の音楽は、バイオレットやワタコンで聴いてたけど、こういう感じの作風にめっちゃ合う。
ミレイさんの歌声はいつもファンタジーな世界に似合うなぁとよく思う。なんというか神秘的で。エンディングは、絵本みたいな絵柄。旅が終わったフリーレンの式がエンディングなのかもしれない。春アニメに江戸前エルフ見て、夏アニメに無職転生見て、今期でフリーレン見て、冬アニメでダンジョン飯見る。ずっとエルフが出るアニメ見てるな俺。たった10年の冒険だよ。冒頭のフリーレンが言うのとじゃ、全く意味が違うのがいいよね。10年の旅の終わりと、10年の旅の始まりを、たった10年だよ、で繋げる作劇なんだと思う。アイゼンのそのセリフは PV にあるしね。ちゃんと原作再現して色がついて動くと、これだよこれこれってなった。というかこんないい作品があるなんて、今まで知らなかったことが悔やまれるわ。今日見逃してたら多分次の機会はなかった。バトル色全開のファンタジーもいいけど、こういう穏やかに流れてく作品大好きなんだよ。感謝するよフリーレン。でも朝倉井ちゃんと起きて。この作品ってどちらかというと、まったりした冒険がメインだと思うんだが、強敵と戦う見せ場、みたいなの期待する作品じゃないと思う。原作大好き勢なんですが、アニメ見て思ったのが、好き嫌い分かれるだろうなってこと。生の世界が淡々と続いていくから、視点によっては退屈の一言で終わっちゃいそう。お話自体はそんなに派手さとかはないので、勤労でやってどうなるかなって思ってたけど、見始めたらがっつり見入ってしまった。派手さよりも雰囲気楽しむ作品だから、大流行しなくても、好きな人に刺さってくれれば嬉しい。作風が作風だけに、派手な盛り上がりはないけど、丁寧な良いアニメ化でしたよ。面白かった。淡々と追憶の意味を知る話だから、若い子にバズる作品ではないことと、その上で間違いなく名作なことを確信した。例えば土曜のコナン前にある作風とも少し違うから、深夜のアニメ新枠は正解か。原作の雰囲気をそのまま出しつつ、隙間を補足する感じの丁寧な流れで、あっという間の2時間でした。劇的な何かが起こるわけじゃなかったけど、面白かったし、テンポも心地よかった。みんな淡々と喋るし、戦闘シーンもまだあっさりしたもんだけど、ほんとじんわりしみる物語だよね。ジブリ見た後みたいな満足感。なんつうかじんわりしんみり見るアニメだった。ここからキャラ増えて、さらにいい方向に跳ねた漫画だから、この先が楽しみだ。本当に週末の夜に見るのにいい、静かなアニメだ。さよならから始まって、冒険の思い出にただいまする物語。魔法収集に夢中だったエルフが人間を知りたいと願い、ヒンメルとの再会を目指す、後戻りする未来の旅路。切ないけど、あったかくて好き。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。